これは。貝崎さん、これがあれば。みんな大注目の情報だ。ウルトラソフビシリーズ怪獣が出現。スフィアサウルス、スフィアゴモラ、ガッツマシン出動。立ち向かえウルトラヒーロー。君は何で戦う？ウルトラソフビシリーズガッツホークも。ガッツセレクト出動。レーダーやるしかねえ。今やるしかねえんだ。行くぞー。輝けフラッシュデッカー。新番組「ウルトラマンデッカー」テレビ東京系にて毎週土曜朝9時放送中。絶対に見てくれよな。どうなってんだ。あの怪獣が出現したのは2度目。前回もこの怪獣を倒しすぐに去っていきました。そして今回も正義の味方なのかな。天敵同士だったということは。前回はサドラ、今回はキングゲスラ。相手が違います。ですよね。現場から採取された細胞は TPU のデータバンクに該当するものがありませんでした。いくつか似たものは存在しましたが、人類が初めて遭遇する怪獣ということです。徹底的に調べるしかありません。やっぱり爆心地の方が反応が強いの。それもう少し行ってみるか。お願いします。
石ころ、落ち葉、ゴミ、気になったものは何でも集めるように。それじゃあ作業開始。誰だ。ああ、気になるものって言われてもな。危険な場所での調査活動も私たちの仕事。しっかりね、アスミ隊員。ラジャー。今回採取されたものの中にも現場の地層には含まれていない岩石がありました。年代測定、化学組成から前回の怪獣出現現場で採取されたものと同一であると判明しました。じゃあやっぱり怪獣が地中を移動する際、体に付着したものと見て間違いない。こいつをたどれば奴の寝床がわかるんですよね。いやでも金次郎、その岩石を含む地層を表示してください。ラジャー。手当たり次第探すには広すぎる。結局他に手がかりなし。今回も空振りか。いいえ、一度だけならまだしも二度も同じものが見つかった。このどこかにあの怪獣がいる可能性がそれだけ高くなったということ。もう一つ何か手がかりがあれば。ここにいましたか。隊長。こんな詰めすぎは良くないですよ。休める時は休んで。あなたに言っても無駄でしたね、貝崎さん。訓練校時代もよく注意されました。そういえば例の新兵器 DG00 は完成したそうです。近々朝影博士が稼働実験を行うと連絡がありました。 DG001。そうですか。確かに強力で危険な兵器です。それもあって一時は開発が凍結されていたぐらいですし、このことはまた詳しく。とにかく無理はしないでくださいね。じゃあ。いるかな。ほらちゃんとして。あ、いた。ほら早く早く。ちょっと待っていいですか。お疲れ様です。どうしたの？かなたが貝崎副隊長が心配で仕事にならないって。お前が言い出したんだろ。かなたじゃん。その陣中見舞いです。ありがとう。いや、帰る前にトレーニングをだな。トレーニングね。なんだ。はいかなた。サンキューチカ。はいリムク。副隊長はどうして怪獣の研究を始めたんですか？昔住んでた町に怪獣が現れたの。怪我をした人も大勢いたし、亡くなった人もいた。それで怪獣を倒すために。でもいろいろ調べてみると怪獣が必ずしも悪いってわけでもないと分かって。当時はエタニティコア活性化の影響もあったけど、人間の開発や環境破壊がきっかけで暴れ出してしまう者もいたんだ。じゃあ人間が悪いんですか？
必要な仕方のない開発もある。どっちが正義だとかどっちが悪だとか、そう簡単に割り切れる問題じゃない。そうですね。うん、そうかもしれない。副隊長はどうしたらいいと思いますか？怪獣を保護して共存するとか。それこそ難しい問題だな。なんていうか、私は副隊長、どうしたの？これをあの怪獣が地中に潜る際の動画です。暴れ出そうとした瞬間、不自然に動きを止めました。本当だ。こっちが一度目に現れた時の動画です。同じ動きをしてるぞ。まさか。それは怪獣が地中に潜る瞬間の脳波。2回とも全く同じ。生息地の特定に気を取られすぎていた。脳に信号が送られて何者かにコントロールされている。貝崎さん、これがあれば。龍門隊員、元 TPU 怪獣研究室の重永真紀先生の行方を調べてもらって。俺持ってくる。They continue to grow in strength, but any potential threat must be eliminated. There's no time to waste. All that stands in the kingdom's way shall fall before my blade. The kingdom. They're our greatest threat yet. Can we beat them? But I know them. My friends will never give up hope. Let's go, everyone! Game on! In the name of galactic peace, we'll do everything to stop you! The survival of our race is on the line. We cannot back down. I'm going to enjoy myself. There is no light or darkness! I will stop you! A miracle fusion! Ultra amazing! I shall still strike him down. Let's survive this and achieve victory. Execute you here myself! I am the Grandmaster of the Cosmo Beast style. Ultraman Regulos. Ultra Galaxy Fight. The Destined Crossroad. Who dares? Hey, don't forget about us. 重永真紀56歳。怪獣研究の第一人者。貝崎副隊長の大学時代からの恩師で、怪獣研究室時代の上司です。5年前、室長の任を解かれ、その後の消息は不明。任を解かれたって一体何があったんですか？クローン技術を利用して怪獣を生み出し、さらにその脳にコントロールシステムを埋め込んで制御。怪獣兵器を生み出そうとしたんです。怪獣兵器？どうしてそんなことを？初めは純粋に怪獣の生命力の秘密を解き明かそうとしていたの。でも次第にその力を恐れるようになって、怪獣復活の日に備え怪獣の力を制御し利用するべきだと考えるようになった。私はそれに反対し、先生が危険な生物実験を行おうとしていると上層部に訴えて。副隊長の意見が通ったんですね。
その後先生は TPU を去ってしまった。副隊長！監視カメラに気がつかなかった？一つのことに意識が偏り、他に目がいかなくなる。あなたの悪い癖、何度も注意したはずですよ、貝崎さん。重永先生。学生時代、先生に連れてきてもらったことがありました。この山で怪獣を発見したと。あの怪獣の細胞とさまざまな怪獣の細胞を掛け合わせ、このネオメガスを生み出した。怪獣研究室を辞めて一人でどうやって？ TPU 以外にも資金提供者はいるということ。スフィアの襲撃に怪獣の復活、それらに対応できる兵器を必要とする国や企業はいくらでもある。その人たちが平和のために先生の研究を使うとは限りません。そんなことを恐れていては進歩などありえない。今回のことはデモンストレーション。あの怪獣があんたの言いなりになるって証明したわけか。私の生み出したネオメガスが世界を救う。いずれ世界中のあらゆる怪獣たちを人類は制御することが可能となる。それこそが人類と怪獣の正しいあり方。そんなこと間違ってます。相変わらずの理想主義ではどうするというの？怪獣を保護し人類と仲良くさせる？どうやらあなたたちのお仲間が到着したみたいね。あなたのスポンサーとやらも TPU が突き止めます。あんな奴らなんかどうでもいい。全ては貝崎さん、あなたに見せるため。私に？そう。あなたと私どちらが正しいか、その答えを見せるために5年間私は全てをこの研究に注いできた。ご覧なさい。あなたが私から奪おうとした力、新しい命。目覚めよネオメガス！何が起きた？地球の半分を我々に割譲せよ。あのスーツがあれば俺も戦えます。そんな奴に地球を好き勝手にさせるわけにはいかないんだ。俺の名前はウルトラマンタロー。ウルトラマン立てウルトラマンファイナル。これはウルトラマンのもう一つの答え。
ネオメガス、ウルトラマンを倒しなさい。お前の力を見せるのです。戦うのです、ネオメガス。重永先生、もうしばらくおとなしく見ていなさい。あなたたちが頼りにしているウルトラマンが私のネオメガスに敗れる。人類がこの地球を守る力を手に入れるのです。力が必ずしも私たちを守るとは限りません。先生のネオメガスは怪獣より恐ろしい破壊を生むだけの力です。変だぞ。したものは単なる制御装置じゃない。強力な力を抑え込む高速装置でもあった。もう誰もネオメガスを止めることはできない。所詮怪獣、人間が支配しなければ。俺が避ける。お前はまっすぐ前だけ見てろ。強力なの行くぜ。ウルトラディメンション、弾けろドローン。でっかーウルトラマンデッカーストロングタイ。行け。重永先生、 TPU 情報部があなたのスポンサーを突き止め研究データを回収しました。飛び散った細胞も全て処理されます。もう二度とネオメガスが生み出されることはないでしょう。それから私は共存なんて大それたことは考えていません。自分にそんなことが成し遂げられるとも。ただできることをしたいだけです。無駄な争いを避け、一つでも多くの命を守れる道を探したい。人の命も怪獣の命も
それだけです。そんなことで終わると思ってるの？そんなきれい事で怪獣と人間の戦いは終わらない。完全に滅ぼすか支配しない限り永遠に続く。なら私は探し続けます。たとえ私には無理でもいつか必ず人間は答えを見つけるはずです。必ず。不器用な僕たちは気づけばまた空回り、なぜだろうずっと繰り返し、遥か彼方に輝く星を見上げている。いつになればあの高みへたどり着ける。でも今はまだ自分らしく下手くそな夢抱いていこう。きっと誰もが同じ悔しさを背負ってるんだ。ただがむしゃらに走ればいい。呆れるほどまっすぐにいつかまばゆい光の中でその願いは叶うから。カナダのウルトラディメンションダンここからはウルトラディメンションカードについて勉強だ。今日は何のカードだ？今日のカードはこれだ。ウルトラマントリガースカイタイム。身長53メートル、体重4万4000トン、紫色の体をしたスピード形態だ。右手から放つランバルト砲弾が強力だぞ。戦い方がスマートだよな。カナダは存在がコントだよな。どういうこと？次回もよろしく。またね。ついにガッツセレクトにロボットが配備される。その名もテラフェイザー。くわー、ロボットってやっぱ憧れだよな。ってなんで次々と怪獣が出てくんのよ。次回ウルトラマンデッカ鬼人出撃、みんな見てくれよな。ただがむしゃらに走ればいい。呆れるほどまっすぐにいつかシュー